皆さんこんにちは。夫婦グルメ旅行チャンネルです。今回は東京ディズニーリゾートにできた新ホテル、ファンタジースプリングスホテルのご紹介です。この動画でのご紹介内容は、お部屋紹介、ファンタジースプリングスレストラン、グランパラディラウンジ、その他館内施設と便利なサービス紹介です。この流れでご紹介していきますが、ディズニーファンのお一人として、ディズニーがこのホテルに込めた思いやディズニーの世界観を交えながらお伝えできたらなぁと思っています。せっかくディズニーのホテルに宿泊するのだから、ディズニーの世界観を存分に堪能したいし、その世界観を楽しみたいですものね。そのためお部屋紹介の前に、このホテルが持つストーリーをご紹介したいと思います。ホテルの内装にストーリーがどう散りばめられているかを知ることで、ホテル滞在をより豊かに過ごせるきっかけになるんじゃないかなと思っています。それではディズニーファンタジースプリングスホテルのご紹介スタートです。ぜひ最後までご覧ください。ホテルの概要をすごく簡単にご説明すると、このホテルにはラグジュアリータイプのグランドシャトーとデラックスタイプのファンタジーシャトーの2つのタイプがあります。私たちはファンタジーシャトーに宿泊してきました。それではこのファンタジースプリングスが持っているストーリーからご紹介していきますね。昔々、この泉は精霊が住む魔法の泉だったんです。この魔法の泉には綺麗な植物や昆虫、動物がいて、このように美しい場所でした。ある時、精霊は水の流れに乗って旅をし、旅の中で様々なファンタジーの物語に出会いました。そしてやがて精霊は元いた泉に戻ると、こうして泉の周りの石を削り、旅で出会った人々を石で表現したのです。時は流れ、旅と冒険が大好きなダッチェスと呼ばれる女性がこの泉を発見しました。ダッチェスは泉が様々な物語で溢れていることに気づき、また綺麗な植物や昆虫、動物がいるこの美しい泉に魅了されていきます。なぜならダッチェスは植物や昆虫、動物、天文に興味があり、博識でもあったからです。彼女は女性公爵だったこともあり、友人を招いてみんなでこの泉を楽しもうと持っている資金を出し、シャトーを建てることにしました。それがこのファンタジースプリングスホテルです。そしてこんなストーリーがこのホテルにはあったのです。私たちは泉にあふれている様々な物語を発見し、美しい自然を感じ楽しみましたよ。皆さんも行かれた際は数々の物語に触れ、ダッチェスが魅了された泉を楽しんでみてくださいね。パークエリアだけでなく、ホテルの中庭やエントランスの外など、いろいろと歩き回ってみることをおすすめします。日中や夜では見え方も変わるので、何度か訪れてみるのもいいかもしれません。また、ある場所にダッチェスが描かれたタペストリーが3枚飾られていて、魔法の泉でくつろぐ様子や泉の水に触れて楽しむ様子を見ることができ、彼女がこの泉をいかに愛していたのかを知ることができます。皆さんが行かれた際は残り1枚のタペストリーもぜひご覧になってみてくださいね。ホテルが持つストーリーを知ることで、このホテルの装飾が何を表現しているのかに気づき、世界観をより楽しむことができるはずです。例えばメインエントランスの屋根の天井には美しい大きなお花の装飾があります。メインエントランスからホテルに入るとすぐにトンボの装飾がされたライトや壁に大きなクジャクが描かれていたりと、いろいろな動植物に気がつくはずです。このことからもダッチェスの動植物への造形の深さを感じることができますね。ダッチェスの自然への博識と愛を知ることで、このホテルのありとあらゆるところに施された
動植物の装飾の多さにきっと驚くはずです。私はその美しさにも感動してしまいました。チェックインの時にウェイティングエリアで待っていると、絨毯、カーテン、ソファーの柄が植物で、また天井やライトも植物の装飾がされていて、ダッチェスの自然への思いを感じることができましたよ。またロビーから宿泊エリアへとつながる長い廊下を歩いている時にも、ライトや絨毯の柄、柱の装飾が植物で、さらに窓の外には鳥のオブジェが飾られていました。そして長い廊下を渡った先には、藤の木や草木で飾られた美しい色彩のクジャクが飾られ、その見事な装飾に思わず立ち止まってしまいましたよ。私はこのクジャクが多くのお花でできていることに気づき、とっても驚き、感動しました。このホテルの中をただ歩き回るだけでも、ダッチェスがこのシャトーに込めた思いを感じることができます。ぜひ皆さんもダッチェスの博識ぶりと自然への強い興味を感じてみてくださいね。さて、このホテルや泉が持つストーリーを知り、さらにダッチェスがこのホテルで表現していることを知っていただいた後は、お部屋のご紹介です。お部屋につながる廊下の絨毯は美しい花と泉の柄で、ここも魔法の泉のようだと思えてきますね。そして壁には魔法の泉にあるさまざまなファンタジーの物語の絵が飾られています。眠れる森の美女や白雪姫の絵がありましたよ。他にも違う物語の絵が飾られているので、行かれた際はぜひご覧になってくださいね。お部屋の前に到着しました。それでは扉を開けていきますね。オープン。わー、お部屋にも美しい花とツタの絨毯が敷かれ素敵。そしてお部屋はこんな感じ。とても可愛らしいですよね。予約した部屋はスーペリアアルコーブルームです。そしてお部屋からの眺めも気になりますよね。予約時点で窓からパークが見えないことは分かってはいましたが、なんだかこれはちょっぴり残念。ただこのお部屋の眺望もそう悪くはないですよね。目の前にはファンタジースプリングスの魔法の泉の一つが目の前にあるんですから。しかも私の大好きな物語の泉なんです。さて、お部屋紹介に戻っていきますね。窓側からお部屋を見るとこんな感じ。2ベッドがあり、その壁には植物が描かれています。しかも下の方にはバンビが隠れていますよ。魔法の泉からこのお部屋まで遊びに来てくれたのかな。とっても可愛い。そして反対側の四隅からお部屋を見るとこんな感じ。テレビボードの隣にはアルコーブがあります。ベッドのヘッドボードは植物のツタと花の装飾があり、ベッド上のライトもお花の形になっていて、ダッチェスの植物好きの表れでしょうか。またベッド横の棚の引き出しにはファンタジーシャトーのポストカードが入っていました。私はホテルのポストカードを集めるのが好きなので、これは嬉しいです。そして設備的な点で言うと、コンセントと USB ケーブルは挿せるようになっています。よくよく見て気づいたのですが、なんとお花の中にラプンツェルに登場するパスカルが隠れています。さすがカメレオンだけあってお花に紛れていますね。見つけた時は思わず嬉しくなっちゃいました。またアルコーブには可愛らしい絵が描かれています。
よく見るとラプンツェルの世界が描かれていて、こちらもラプンツェルを見つけた時はワクワクしちゃいました。ラプンツェルの絵のタッチに似ているように感じたのですが、皆さんはどう思いますか？この絵と同じ絵柄のタペストリーがグッズにあるので、お土産に買って帰りましたよ。次はミニバーと化粧台です。化粧台の鏡もツタで巻かれた装飾になっていますね。設備的な面で見ていくと、ミニバーの引き出しを開けるとグラスとカップが入っています。インスタントのお茶類もありました。カップはのりたけのもので、ディズニーではのりたけのティーカップをよく見かけますよね。私はのりたけの白が好きで、自宅でものりたけの食器を使っていますよ。冷蔵庫の中はお水が4本入っています。お酒やジュースおつまみ類はなく、またルームサービスもないので、お部屋で飲んだり食事をされたい方は事前にホテル内の売店や外のお店で購入しておく必要がありますよ。またお隣のクローゼットは綺麗な色のブルーでラプンツェルが描かれています。ラプンツェルがファッションを楽しむシーンやラプンツェルがお洋服を作っているシーンが描かれているのでしょうか。一つ一つの絵にストーリーがあるみたいで面白いですね。クローゼットの中は十分な大きさがあります。スリッパはミッキーがプリントされています。またクローゼットにパジャマ類がないので、テレビボードの引き出しを開けてみると上下に分かれたタイプのパジャマが入っていました。襟元には蝶々の刺繍がされています。ダッチェスの昆虫への興味と泉に可愛らしい蝶々が飛び交っているのかもしれないと想像することができますね。またテーブルの上にはエコバッグが置かれていました。下のピンバッジはグランドオープンの記念品としていただいたものです。エコバッグの柄はミッキーとミニーがプリントされていて、とっても可愛いですね。使うのが楽しみです。お次はバスルームです。鏡にもツタが描かれていますが、よく見るとプリンセスと魔法のキスのホタルの霊がいましたよ。行かれた際はどこに霊がいるか探してみてくださいね。アメニティ類は歯ブラシ、ヘアバンドに綿棒、ボディシート。この時期は嬉しいですね。またボディタオルがあります。さらにドライヤーが入っている引き出しの中にはヘアブラシに可愛いコップ、子供用歯ブラシがありました。あと気になったのは、ミラコスタやアンバサダーなどのホテルではコットン類は缶に入っていたと思うのですが、今は変わってしまったのでしょうか。それではバスルームを見ていきますね。プリンセスと魔法のキスに登場するワニのルイスが描かれていますよ。そして中は植物の絵が描かれていましたよ。これも自然豊かな魔法の泉を表現しているのでしょうね。バスタブのサイズ的には私は足を伸ばせたけれど、夫は足を伸ばしては入れなかったようです。また撮影していませんが、シャンプー類は備え付けで持ち帰れるミニボトルタイプではなかったです。このお部屋は塔の上のラプンツェルやプリンセスと魔法のキス、バンビのモチーフで、またダッチェスの自然好きが感じられます。私たちはダッチェスの作り上げた世界観が表現されたお部屋にすっかり魅了されてしまいましたよ。そしてお次はファンタジースプリングスレストランのご紹介です。朝食でこのレストランを利用しましたよ。
レストランの入り口にはお花や鳥の絵が描かれていて、この可愛さに朝からテンションが上がってしまいました。ちなみに事前予約が必要なので予約をお忘れなく。そして中は魔法の泉の物語がお部屋ごとに表現されています。私たちのお部屋は塔の上のラプンツェルが表現され、とっても素敵でしたよ。ラプンツェルのランタンの綺麗な絵もありました。その他には眠れる森の美女や白雪姫の物語が表現されているお部屋もあります。皆さんも行かれた際はどんな物語が表現されているのかご覧になってくださいね。それではお料理のご紹介です。レストランはビュッフェ形式で、ピーターパンやラプンツェルをイメージしたお料理やパンがあります。かわいいですよね。また和洋中のお料理が揃っています。ただアンバサダーホテルのシェフミッキーやミラコスタのオチェアーノに比べると種類は少ないように感じました。とはいえ私たち的には特に問題なく満足することができましたよ。夫が取ってきたのはこちら、朝食会。そして私はというと朝からしっかり食べますよ。ラプンツェルとピーターパンのお料理はとっても美味しかったのでおすすめです。ちなみに夫はデザートはしっかり食べていました。そしてお次はグランパラディラウンジのご紹介です。グランパラディラウンジはグランドロビーに位置していますので、エントランスから入ると最初に目にする場所かと思います。私はあまりの美しさに立ち止まり感動してしまいました。このラウンジは予約制で、残念ながら私たちは予約が取れなかったので当日の空き枠に期待することにしました。12時の開店のタイミングで空きができ次第電話の呼び出しサービスに申し込むことができるので、11時45分くらいに行くとすでに10組以上の待ち列ができていました。そしてラッキーなことに私たちは16時過ぎにラウンジに行くことができましたよ。申し込む時にデザート類や食事類は全て売り切れてしまい、飲み物だけの提供になってしまう可能性がある旨の説明があったのですが、1種類だけデザートが残っていました。残っているなんてとってもラッキーでした。店内は藤のお花がとても綺麗に装飾されていますね。まるで輝いているように見えます。また真ん中には蝶々とトンボのオブジェもあり、ダッチェスの自然への思いが表現されているように感じます。このラウンジからパーク内を眺められるのもとっても素晴らしかったですよ。そして注文できたデザートがこちら、オペラというチョコレートケーキで、このラウンジのスペシャリテだそうです。まさか残っていたデザートがスペシャリテだなんてとってもラッキーですよね。お味は本当に美味しかったですよ。チャンスがあればぜひ皆さんも食べてみてくださいね。そして最後は
その他施設と便利なサービスのご紹介です。このホテルにはレストランが1つしかなく、しかも全客室の人が利用できるわけではなく、ルームサービスもないので売店はとても重要ですよね。食事の品揃えは豊富だと思いましたよ。ただ私たちはホテルオークラでディナーをとりました。ファンタジースプリングスホテルの周りには歩いて10分以内の場所にホテルがいくつもあるので、そちらのレストランを利用するのも一つの手かと思います。ファンタジースプリングスレストランの予約が取れず、お部屋ではなくレストランで食べたいと思っている方は、パーク内か外のホテルレストランも選択肢に入れておくのもいいかもしれませんね。また次は知っておくと便利なサービスです。お部屋でチェックアウトができるのと、荷物をお部屋に置いてチェックアウトすることもできます。朝荷物の預け入れのための長い列ができていたので、荷物を預けたい方はこのサービスを利用するといいですよ。こんな感じでホテル時間を堪能してきましたよ。今回はファンタジースプリングスホテルのご紹介でした。この動画が少しでも皆様のお役に立つと嬉しいです。またファンタジースプリングスパーク内のご紹介もしていきますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。